っとお店を休んで休暇を取って出かけてきます。出発前にちょっとタンタンへ、うちの猫へね挨拶しておきましょう。今床下に潜り込んでますね。タンタン出かけてくるよ。行ってきますね。留守番よろしくお願いします。はい、じゃあ行ってこよう。標高20メーターの自宅から標高1500メーターまでやってきました。ここまでの荷物とこれからの荷物をね整理して出発します。おお、なんだ餌が欲しいのかな。2年ぶりの上高地。すごい。2年ぶりだ。久々だ。テント誰も張ってないね。はい、自然鑑賞エリア行きます。現在上高地に来てます。小梨平キャンプ場を6時過ぎぐらいだったかな。あ、違う、6時半ぐらい、6時30分出発して、今明神の方へねのんびりと歩いてます。新宿でねバスに乗った時に運転手さんがね
運転手さんが上高地現在雷雨ですって言うんですよ。がっかりしてね、もうどうしようと思ってさ、朝5時半に着いて雷雨だった。それがね、今のところ一滴も降ってない。よかった暑いから上着脱いだよ。あれ前こんなになってたっけな。なんか休憩場所みたいになってるねああ、ちょこっと眺望がいいんだ。二輪草がいっぱい咲いてる。開けた。はあ、現在6時55分。あれすごい早く着いたな。あんまり撮影しないとこんな早く着くんだね。今明神館でね、山岳警備隊、長野県警かなのね、強靭な肉体の男たちが、今日のなんかミーティングかなんかしてたね。多分これから唐沢に上がるのかな。そうだ、昨日のニュースでね、徳郷峠の道から入る霞沢岳って言ったかな、そこで30歳のね、医師、お医者さんね、男性が行方不明になってるっていうニュースがあったよ。助かったかな。その後どうなったんだろうね。北アルプスによく登る人たちはね、この上高地から、かっぱ橋から横尾までのこの平坦な道がね、みんなあまり好きじゃないみたいね。もうなんなら送迎車を出してくれみたいな、そんな気持ちの人もいるみたい。まだね、俺には少し新鮮な道で最高に楽しい道なんだけどね。おそらく17キロか18キロぐらいかな。
おそらくっていうのは黒部峡谷の時がね16キロだったから、それプラス、ヘルメットと、ストックとか、あとあれピッケルもねあるから、アイゼンもある。19とか言ってんのかな、20か。2年前はなかったベルが、この辺にクマ出たってこと？恐ろしいな。サメとクマは会いたくないね。まあできればワニも。なんかこういうとこに住みたいなと思ったんだよね、ここ。まあここは湿地帯っぽいから現実的に無理だろうね。いいよね、なんか赤毛のアンの世界だよ。こっちにもある。まだ200メーターぐらいしか来てないのに。そんなにクマ出たの？思えばクマスズね、ザックの奥の方だよ。失念しておりました。クマがいる。あれクマだよ。いないよね。大丈夫だね。すっごい楽しかったのに急に緊張感走るよ。びっくりした。あれ、あの切り株クマかと思ったよ。紛らわしい。はい、徳沢ロージ。相変わらずここは美しいね。すっごいいい感じだよ。
お、2年前通れなかった本当の道がね、通れるようになってる。初めて歩くよここ。ちょっと休んだからかもしれないけど、なんか寒いあれ、さっきまであんな暑かったんだけどな。手もかじかんできた。いやー、すごいとこだね。本当俺も今だいぶ疲れてきちゃってさ、2年前と同じくもう横で折り返してもいいんじゃないかっていう気持ちではいるよ唐沢まで行かずにね。今なんかのね、糞があったんですよ。で、猿かなと思ったけど、ちょっとあれ猿にしては大きいんじゃないのって思ってね、やっぱクマかな。今回初の雪があります。また雪やった。雪ちょっと触ってみよう。お、柔らかい。ああ、横着いた。やっと着いた。正直もう帰ってこなし平でのんびりしたい気分ですよ。もう山に登りたいなんていう冒険心はどこにもなくなってしまいました。みんなよくこんな重いもの担いでさ、肩が潰れずに登っていくよね。ほら、向こうで今登山道に入っていく人たち、みんな年上の人たちだよ。多分60から70ぐらいだよ。すっごいな。横大橋、やっと横を到着した。すごい景色だね。もう肩も足もヘロヘロだよ。松本のフリー Wi-Fi で、上高地、ここからずーっと来て、ここね、横尾山荘で、行きたいところがこの辺りだから、今からこういう風に行くわけだね。で、ここからが、この間が結構な登りらしいんだよね。ここは大したことないみたいな。1時間、こっちが半分2時間だから、俺の場合はもう4時間か5時間見とかないと。はい、じゃあ行きますか。ここから先は登山エリア。横に9時に着いて1時間も休んじゃった。1時間あっという間だった。それぐらい疲れてた。平坦な道なのにね、
これからの方がよっぽど疲れるのに。YouTube 見てるとね、80代の人でも唐沢カールウェイは登るんだよね。いやだけど俺自分のことは心配だよ、ほんと。たどり着けんのかな。だって黒部峡谷だって普通の人が何時間だったっけ、6、7時間で着くのを、ね、俺帰り道13時間だからね。ほんともう自分で自分が心配です。ゆっくり行こう。焦らないで行こう。ゆっくりね、ゆっくり。すごい景色だ。これが美容部位やったやつか。俺のことだ。デブまた出てきた。雪で喜んでた最初の頃が懐かしいよ。これが本谷橋。ちょっと休憩しよう。今俺が登ってんの夏道ってやつでさ、ゴールデンウィークぐらいまでは雪が積もってるから、さっきの橋のあたりからここにずっと雪が積もってて、その上をみんな歩いてずっと上まで行くみたいね。それを歩いてみたかったなと思ったけど、やっぱり5月下旬だともう溶けてるみたいだね。道が長い。まだまだ続くよ。岩と雪の繰り返し。長いよ。いけない。現実逃避おかしいな。ついこの間まで海で遊んでたのに、ビーチでのんびりしてたのにな。何を好き好んでこんなところに、人が全然いなくてね。とはいっても今んとこ多分15人ぐらいはすれ違ったと思うんだけど、その半分以上は中国系の人たちだったけど、とにかくね、足跡が、いわゆるトレースっていうのがちゃんと残っててね、道迷いはなさそうですね。なんかね、ベテランの登山者の人はね、このピンクリボンが倒れそうになってたらちゃんと直していくんでね、すごいね。でもそれはあれだ、俺がこの間シュノーケルしながら折りたたみ傘を拾ったのと同じだな。そういうことだ。俺だってちゃんとやってるじゃん。なんで独身なんだろう。不思議だよな。世界の七不思議だよ。なんでこんないい男が50年も独身で、しかも
ね、家から数分でビーチで遊べるのに高いお金出してなんでこんな苦しい思いをしてるの。世界の七不思議だよ本当。やっとここまで来たわ。ほら立ち止まるのは禁止っていうとこ。でもこれあれか、考えてみたら人力でこういう風に作ってくれたのか、歩きやすいように。そう思うとすごいね、よく作ったねこれ。なんかの目印かね。ひし岩ダイヤモンドロックって書いてある。中間地点あたりかな。うわ、日が晴れるのは嬉しいんだけど、日が当たると暑い。でも明神のあたりで見かけた山岳救助隊か長野の警察の方々、今ここですれ違ってね、別のルートでどっか行ってもこっちに帰ってくるんだね。めちゃくちゃ早いね。みんなもう飛ぶような感じで歩いていくもん。その方々がね、今日唐沢ですかって言うから、はいって言ったら、明日から天気悪くなりますよって聞きたくなかったけど、もう少しですよって言ってくれるんだけど、あのペースの方々のもう少しはね、俺のもう少しとは全然違うと思う。とうとう見えた唐沢ヒュッテ。見えてからが異様に長いと悪名高い唐沢ヒュッテ。こっからが長いんか。後ろから誰も来ないよ。俺が一番最後だ。じゃあアイゼンつけていきます。まだ遠いよ。しかも曇ってきた。寒い。これはすごいや。本当に来ちゃったよ、このとこ。やっと唐沢カールへ到着しました。この後はね、あまりにヘトヘトでまともに撮影はできませんでした。予行から唐沢カールまでのコースタイム、平均は3時間なんですが、私は大幅に超過して4時間もかかってしまいました。ダメですね。私は疲れ果ててしまって、テントを設営する体力も気力もなく、唐沢小屋さんの方へね、お願いしてなんとか止めさせていただくことになりました。本当にありがとうございました。その部屋からはですね、唐沢カールを一望できて、ものすごい眺望でしたね。目の前には唐沢ヒュッテさんも見えます。夕食の時間まで私は寒くて布団にくるまって震えていたんですが、手作りの夕食をいただくと体は芯から温まってね、その後は快適に過ごすことができました。その食堂からの眺望もすごいんですよね。もう驚きでした。そう、泊まり客が私だけだったんですよ、この日。急遽来た私だけなので、ストーブもね、私のために炊いてくれて、食事も私のために作ってくれたということですね。本当申し訳ない気持ちでした。その後は外へ出かけることもなく、布団に入って爆睡してしまいました。向かいにある唐沢ヒュッテさんのね、明かりが夜になるととっても綺麗でしたね。ということで、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。続きはね、また次の映像でね、お会いしましょう。では。